入った。入った。始まってますか？こんばんは、皆さん。お元気ですか？変なもの映ってる？未経験者大歓迎。ニュース商品をフリマアプリで販売ね。はい、始まってます。今日ですね、インスタの方とか、あと X の方とかでもお伝えしてるんですけど、今年最後のですね、逃亡してまして、でね、来てる場所が松島なんですよ。で今、大寒波来てるじゃないですか。結構やばくて、最高気温多分ね、こっちの方多分3度とかなんですよね。で、結構松島が見渡せる、なんかね、丘ってなんだっけな、観音堂みたいのがあるんですけど、そこに登っていくこう細い道が完全凍結してて、こうね、U ターンしたりとかして、で U ターンした時にですね、足が滑ったりとかして、マジでこう、やばいやばくて、なんかね、去年もね、屋久島行った時もなんかすげえ寒波の時行っちゃって、なんか波、寒波づいてるというか、寒いの苦手なんですけどね、ちょっと寒波づいてる感じで、明日なんかもっと寒いみたいで、結構やばいかなっていう感じなんですが、今日ね、まだあんまり見ていただいてないですけど、レンタル、レンタルでね、今年ね、何台乗ったんだっけな。レンタルで乗ったのが、えーっと、ちょっと待って、今調べますからね。18台だと思うんだよね。今年乗ったのが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18台。18台乗りました。で、それをね、なんかそれぞれ質問があるかなと思ってですね、年越えちゃったりとかすると、もうその感覚に残ってない、まあ、動画にしてるんでね、やっぱり乗るじゃないですか。乗って、その動画をすぐ取り込んで、やっぱりその乗った週ぐらいに終わりにしないと、結構ね、冷めてしまうんですね。特に18台乗ってて、最後の方に結構集中して乗ってたんですよね。それで、集中して乗ってたから、なんつうのかな、動画の編集が遅れちゃったりとかすると、1個ね、例えば1台乗るじゃないですか。で、それで休みに乗って編集して、で、次の休みでまた乗って、で、また編集してだったらいいんだけど、結構乗って、乗って、乗ってみたいな。で、3つぐらい編集が溜まってて、で、編集とかになると、意外と、なんか、わかんなくなっちゃうんですね。何がなんだか何がなんだ、メッセージ来てる？メッセージ来てます？メッセージはトップチャットになってるな。すべてのチャット。すべてのチャット。あ、どうぞどんどんコメントいただいて、はい。音声届いてます？音声聞こえる方、なんかアクションしてもらっていいですか？音声聞こえてますか？音声。
音声聞こえてます？聞こえないのかな？あれなんで、こっちには出ないの？神岡、神岡み、神岡、こっち出ないの？来た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 。音声聞こえてます。カズさんありがとうございます。1999さんだ。ありがとうございます、いつも。ありがとうございます。こんばんは。僕ね、ローマ字読めないです。55さん。はい、ありがとうございます。神岡、神尾みか、すごい早口言葉みたいなお名前になってるんですけど。ひろぶさん、ありがとうございます。そう、レンタルのね、今日話をしようかなと思って、今日実はここね、仙台です。今年ね、奥さんに、毎年プレゼントの交換するんですけども、ありがとうございます。メッセージじゃない、なんだっけ、クリスマスプレゼントね、クリスマスプレゼントの交換をうちの奥さんとしてるんですけれども、何がいいって言われて、で、今年ね、奥さんがアップルウォッチ欲しい、アップルウォッチ欲しいってずっと言ってたんですよね。で、アップルウォッチを買って差し上げて、で、クリスマスより前にね、早めに欲しいだろうと思って、11月の真ん中ぐらいにもう差し上げたんですね。で、あんたのクリスマスプレゼントどうすんのって言われて、で、逃亡って言ったんですよね。逃亡させてくださいっつって、田村さんありがとうございます。よしさんもありがとうございます。鎌田さん、鎌田修一さん、お番です。田村さんいろいろありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか、今年1年。それで逃亡したいっていうふうにお伝えして、うちの奥さんに。それでですね、今年はクリスマスプレゼント、なんか変なの出てますけど、これ変なんじゃないですかね。これで最後に逃亡したいっていうふうに伝えて、で今仙台に来てます。大寒波でしたね、大寒波。やっぱなんかうちの家の方もやっぱかなり寒いみたいで、皆さんの住んでる方も寒いですよね、今日ね。ネットなんか映したりとかして。ありがとうございます。ヨーシーさん、ありがとうございます。1971、ヨシ1971さん、ありがとうございます。1971生まれですよね、きっとね。ありがとうございます。ほぼほぼ皆さん同年代ですよね。なんかYouTube のアナリティクスって言って、どのくらいの年齢層が、ね、出るんですけど、大体僕同年代の方が多いんですけど、鎌田さん、仙台在住ですか？遊び来てください。全然マシですか？へえ。もう今日寒いですよね。今日松島の方からこう帰ってくるっていうか、仙台の方に戻ってきた時に3度だったんですよね。そう、埼玉3度、やっぱ3度なんだ。秋信さん。えっとね、
雪は道路にはないんですよ、大きい道路には。だけど今日ね、ご飯食べ行った仙台といえばやっぱり牛タンじゃないですか。で牛タンちょっとここね、泊まったとこが駅からかなり遠くてですね、駅まで歩いて30分ぐらいかかるんですよ。でタクシー呼ぼうかなって思ったんですけど、ちょっと歩って行ける範囲でなんかないかなと思って、一箇所あったんでそこに行かしてもらったんですけど、歩道はね結構ガチガチに凍ってるんですよ。だからこれ何日か前に降った雪がそのまま凍ってんのかなと思うんですけど、普通の道路は大丈夫です。ただ例えば右折車線とかでちょっとシャーベットになったりとか、そういうのがあったりとかしてちょっとドキドキしながら、やっぱり昼間1度になったんですよ、松島の方で。1度で下テカテカしてると気持ちよくはないですよね。クロスカブでも気持ちよくない、気持ち悪いけど、 VFR みたいなクソ重たいバイクで来てるんでめっちゃ怖かったですね。今日は平年。あ、そうなんですか。へえ。鎌田さん、今日が平年並み、最高気温が7度とかですよね。そうなんだよな。僕が住んでる埼玉県とかもそんなね、昨日とかおかしいじゃないですか。20度とかですからね。ちょっと異常気象かなっていう。異常気象の異常気象、異常気象がもう普通じゃないですか。異常気象の異常気象みたいな感じですよね。はい。雪は今日初めて平地で積もりました。今日積もったの？マジ？え、昨日の夜かなんかに降ったんですか？やばいっすね。そんな日に来ちゃったんだ俺。マジっすか？これ面白いですね。 YouTube ライブ面白いですねこれ。普段あまり一匹狼でやってるんで一匹狼でやってるんでって変な表現ですけど、あまり人と携わってないんですけどね。なんか普段見てくれてる人と接せられるっていうのはちょっと面白いですねこれ。そう、それでね、レンタルの話を今日しようかと思ってて、なんかレンタルで気になる車両とかないですか？これ乗ってほしいとか。なんかね、割と最近インスタでいただくことが多くて、でインスタではね、割とね、日本車じゃないの乗ってくれっていうのが結構来てるんですよね。今5度。19993。5度っすか？へえ。関東は来週が寒波で26から平年並みに戻るようです。ってことは寒いんですよね、要するにね。賭けだったんですよね今回ね。久々のそのクロスカブで遠出しようかなと思ってたんですけど、その松島来たかったんですよね。今年天橋立行って、あれ俺天橋立の動画って出しましたっけ？まだですよね。あれ天橋立出したんだっけ？天橋立の動画出したっけな、まだだったっけな。あれあれは、違う。天橋立まだまだです。VFR800X の動画を出してないんですよまだ。で、やばくて、5月に納車になってるんですけど、埼玉に近い都内も今4度です。やっぱ寒いんだ。へえ。タイミングが激悪だった。僕ね、大体タイミング悪いんですよね。そう、空気読んでないんですよ。去年の屋久島もね、10年にゼロ寒波の時行ってしまって遭難しかけてるし、タイミング悪いんですよね。タイミングいいのは富士山だけですね、僕。富士山だけは天気いいんですよね。そう。で、VFR、埼玉今日11度、明日は8度予想。マジか。早めに帰ろうとは思ってるんですけどね。
秋山さん、ありがとうございます、情報。そう、VFR800X が5月に納車になったんですよね。で、6月の SSTR に間に合っちゃったんですよ。で、間に合わないと思ってたんですね。間に合わないと思ってたんですけど、間に合っちゃったんですよ。で、間に合わなければ CB650R で行く予定だったんですね。だけど、間に合っちゃったんで、VFR800X で行ったんですけど、で、その VFR800X のアフター SSTR っていう動画から出してないんですよ。アフター SSTR が今年初平地の雪でしたから、本当ですか、鎌田さん。タイミング激悪ですね、私。で、SSTR、アフター SSTR で VFR で能登半島を一周してから帰ったんですけど、あの時も天気悪い。能登半島ってめっちゃ天気悪いんですよ。天気悪い時が多いんですね。で、それで帰ってっていう動画があるんですよ。すっげえ帰り寒くてですね、あの時も。寒いの嫌いなんだけど、寒い時ばっかなんだよな。で、その動画が3本ぐらいあるんですよ。で、アフター SSTR っていう。で、その後に VFR をカスタムしていくんですよ。マフラー変えたりとか、エンジンガードつけたり、電圧計つけたり、いろいろするんですね。いろいろしてるんですよ。で、その動画を出してないんです。で、その動画を出してないから、その後の FTR じゃない、VFR の動画が出てないんですよ。で、その後の VFR の動画のメインが500マイルツーリングなんですよね。で、500マイルって800キロなんで、800キロいけるかなって思って、っていうかね、たまたまね、アルフィーの動画が流れてきたんですよね。で、アルフィーの方も65以上でしょ。ですげえな、全然保ってんだこの人たちと思って歌ってみようかなと思って、全然声出なかったんですよ、歌ったら。でじゃあせめて500マイル行ってみよう。星空の下のディスタンスで、たとえ500マイル離れてもっていう歌詞があるじゃないですか。500マイル行ってみようと思って行ったんですけど、 VFR はね、さすがにやっぱさらっと行けましたね。さらっとでもないんですけど、15時間ぐらいかかってるんで、その時に、まだ動画出してないんですけど、埼玉から、まず一番行きたかったのは鳥取砂丘なんですよ。で、鳥取砂丘に行って、で、本当はそこで800キロだったらよかったんですけど、鳥取砂丘まだ700キロぐらいなんですよ。あと100キロぐらい走んなきゃいけないんだけど、あそこね、ないんですよ、高速が、見ても。ただ、なんか山陽道かなんかの無料区間みたいで、あるはあるんですよね。で、そこずっと走って、どの辺まで行ったら800キロなのかなと思って、地図をバッて広げたら、この辺かなと思ってこうバッて広げたらですね、出雲大社だったんですよ。だからこれは導かれてるなと思って、出雲大社をピュッてやったら、そこまでがね、860キロとかあったのね。860キロはきちいだろうって思ったんですけど、まあもう、出雲を目標にして行っちゃおうと思って、で行ったんですよね。で、出雲大社まで行って860キロでしょ。で、そこの間に、天橋立、鳥取砂丘って行って出雲大社まで行ったんですよ。でもうね、鳥取砂丘が日没寸前だったんですよね。だからもう結構ギリギリだったんですよ。で、出雲大社まで行って、出雲大社での近くで泊まって、朝6時から参拝できるんですよね。で、参拝して帰ってくるっていう感じだったんですけど、去年の 昨年の SSTR、来年ね、秋信さん、はい。来年の SATR 出走されるんですが、今日 CRF250L 契約したのでエントリー予定です。いやー、CRF ね、めっちゃいいと思います。僕も乗ったんですけど、ラリーじゃないんですか。普通の CRF。めちゃくちゃいいですね。僕 CRF250 だったら、とにかく6速じゃないですか。高速、ハイギア度、最後の6速が非常にハイギア度で低回転で結構走れるんですよね。
でパワーが申し分ないです。もうほんと速いですねこれ。でコーナーもめちゃくちゃいいんで、すごくいいと思いますね。来年はやっぱ出たいです。出たい。SSTR 出たいっすね。去年は VFR で行ったんで、去年じゃない、今年 VFR で行ったんで、またカブで行きたいんですけどね。カブで行くとなるとね、2泊しないといけないんですよ、最低。スタート地点で1泊でしょ。で、石川県で1泊でしょ。で、もう弾丸で帰ってくるっていう2泊絶対必要なんで、2泊取れるかなっていう感じなんですよね。2泊取れなければもう VFR で行っちゃいますけど、でも出たいなとは思ってます。昨日まで日中14度以上だったんで、そうなんですよ、鎌田さん。埼玉、僕が住んでる埼玉も、昨日は僕仕事してたんですけど、20度だったんですね。もう暖房とか全部切りまして、もう窓開けましたんでね。鎌田さん、CRF、はい、めっちゃいいです。はい。ラリーじゃないんですね。秋信さん。セカンドバイクで林道8日。それもいいんじゃないかな。あれですか、L ってことあれですよね。低い方ですよね。そうですよね。低い方はもう本当にかかとついちゃうんで、僕の身長でも。830とかでしたよね、シード校ね。830ってもオフシャの830ってもうめちゃくちゃ低いんで、もうペタペタだったと思うんですよね。すごいいいと思いますね。いいなぁ、林道。林道って走るとこあるんだな、今でも。S。S ってことは高い方じゃないですか。シード校低くないってことですか。なるほど。すみません、おメモいただいております。ハイシードもですね。ハイシートっつってもそうでもないですよね。僕でもそこそこつけた気がしますね。オフシャはね、あんまりにもつかないっていうのもあれですけど、やっぱりオフシャタそこそこ高くないと思いますね。うん。ハーレーのレンタルレビューの配信予定はありますが、あります。ですね、まだ設定してないです。まだ設定してないんですけど、今、はやぶさが、はやぶさが配信されましたっけ。確かはやぶさが配信されてて、そこまで設定してるんですよ。で、次がハーレーかもしれないですね。ニッカさん。まだハーレーは配信予定してないんですが、来週にしますか。まだ設定してないまだ設定してないですけど、SD10、1100、MD38、250、2台持ちしたことあります。250めっちゃいいです。ニッカさんありがとうございます。ハーレーお持ちでいらっしゃったりとかします？なんかね、僕のチャンネルってね、面白いんですけど、他の人もそうなのかな。例えば Z900RS とかレビューしたりとかするとオーナーさんから来るんですよね。なんか普通はこのバイク乗ってみたかったんですとか、このバイク買おうとしてるんですけどめっちゃ参考になりましたとか、そういう感じのコメントが多く入ると思うんですけど、オーナーさんから来るんですよ。なんでなんだろうね、あれね。不思議でしょうがないんだけど、オーナーさんから「マサチャンネルさんが思ってることと同じです」みたいな。ハーレーはね、
パパさんが憧れのバイクだったんですよね。もう今では信じられないかもしれないんですけれど、実はなんですけど、ハーレー空冷ス、秋信さん、ハーレー空冷スポーツスター、パパさんですね。なんだっけ、LX883cc の2020年モデルなんで、本当最終型の最終型です。乗ったのは。で、実は、僕免許取った時に、まだ中免っていう時代で、94年に取ったんですよね。22歳だと思うんですけどね。22歳、22で取った、22で取ったんですね、僕ね。で、22の4月かなんかに取って、そのまま限定解除に行って、10回でずっと限定解除してるんですけど、そのね、最初に乗ったバイクが、スズキのイントルーダーっていう、イントルーダーも94年発売されてて、あの、クラシックじゃなくて、フロントも太いタイヤのじゃなくて、フロントちゃんと細い21インチだと思うんですけど、で 400cc のね結構スポーティーなフラットバーっていうあのこういうのじゃなくてこういうスズキのイントルーダーを乗ってまして、でやっぱり今では信じられないと思うんですけど、繁忙でね繁忙かぶってゴーグルしてライダース着てみたいな、そういうの憧れてて信じられないでしょ。だけどなんかもっと速いバイク欲しいって思っちゃったんですよね。なんかだから実は50代なんですけど、走り屋出身でもないしツーストとか乗ったことないんですよね。でその時に憧れてたバイクっていうのがハーレーなんですけど、1200とかじゃなくてやっぱハーレースポーツスターが欲しかったんですよね。 883cc の。よしさん、クロスカブ乗りでリッターにも乗れる方が他の小型自動二輪の新しいバイクに乗るとどんな感じかは見てみたいです。えっと先日その VFR800X で500マイルっていう動画を撮ったんですけど、その VFR のカスタム動画がまだ出てないんで、SSTR、アフター SSTR カスタム動画でカスタムされましたよで500マイルツーリングっていう流れでいきたいんですけど、カスタムがまだ動画アップしてないからレンタルバンバン乗っちゃったんで、もうちょっと後回しになってるんですよね。でその500マイルツーリングっていうのをやった時に VFR800X で僕の中では結構まあ簡単ではなかったんですけど、15時間とか乗んなきゃいけないから意外となんか楽しくて、なんか行ったことないとこに行くのって楽しいじゃないですか。でわってこう結構行けちゃったんですよね。それで行けちゃったから小排気量のバイクでどうかなって思ってですね、小型でもアドベンチャーだったら500マイルいけるでしょっていう動画を撮ろうと思って借りたんです。それが今年一番最後に借りたバイクになるんですけども、 ADV160 です。これ結構皆さん気になってるんじゃないですかね。で ADV160 でもうほんと VFR と同じように高速淡々と走っていってやろうと思って500キロ、500キロじゃない800キロで選んだ場所が伊勢志摩で、そこからですね、本当800キロって単純に埼玉から800キロ太平洋側ね、天橋立とかってこう上の方行くじゃないですか。こっちこうやって行けばいいの、こっちか、こうまたチャンネル的に言うとこういうふうにこう埼玉があってこういうふうにね日本海側をこう上がっていくと島根が800キロだったんですけど、今度こっち行ってみようと思って太平洋側で、本当単純にこうまっすぐ行ってどこが800キロかなってやるとね四国になっちゃうんですよ。でレンタルで借りた車両だから800キロこうずっと行っちゃって、でそこから帰ってホンダに返すってなると5時半までに返さなきゃいけないんですよ。これ相当厳しいなと思って ADV160 で500マイルの時は最南端、本州最南端の潮岬和歌山県まで行って
伊勢市まで戻って800キロだったんですよ。で帰りは500キロぐらい、5時半までに帰りましたけど、やっぱね勝敗器量で500マイル行くと、やっぱ 160cc だと100キロ結構ギリなんですよね。100ギリじゃない、120弱まで出るんですけど、ほんのちょっとのアクセル操作でスピードがすごい、なんていうのかな、坂道になったらガーってスピード下がっちゃうし、ちょっと閉じただけでもグーってスピード下がっちゃうから、結構一定の感じでキープしなきゃいけない。でメーターをねこうちょくちょく見なきゃいけないんですよ、こうやって。それが結構疲れるかもしれないですね、目がね。だけどいとも簡単に言ってこれ、いとも簡単に言ってこれだっていうのは変な表現なんですけど、割といけちゃったっちゃいけちゃったんですけどね。鎌田さん、私は何度かハーレーをレンタルしましたが、やはりハマりませんでした。やっぱね、癖が、僕もハーレー初めて乗らせてもらったっていうか、外車初めて乗ったんですよね。で、初めて乗るなら、もう絶対にハーレーって決めてて、で前にねハーレーあったんだよね、あそこに家からほど近いところ、埼玉県の上尾市っていうところの二輪館にレンタル819があって、そこにハーレーあったんですけど、なんかなくなっちゃって、でわざわざね遠くまで行って借りたんですけど、ね、僕は今年レンタルをした中でハーレーで峠が一番気持ちよかったですね。飛ばさなくていいからまあ飛ばす必要ないんですけどね、ハーレーはねすごく良かったですね。ただ欲しいかって言われるとな、そこまででもないかなっていう、一回乗ればよかったかなっていう感じもしますね。鎌田さん今 XSR900 なんですか？で CRF250 グリファス、へえ。一番乗ってるのは CRF。 やっぱ取り回しがどう考えてもその3台の中でも一番いいか。でもグリファスがあるのか。秋信さん、5年ほど前ハワイのレンタルバイクでハーレーパッドボブ乗りました。ハーレー、なんかね面白いですね。2023年モデルのスポーツスター、スポーツスターじゃない、パパさんだったんですけど、なんとねスマートキーなんですよ。スマートキーでみんなそうなんですか？ウインカーこうなんですよね。ウインカーこうってこうすごくないですか？右回る時こっちを押してこっち戻すみたいな。いやアクセル開けながらどうやって戻すんだよとかって思いながらね乗りましたけど、 V ストローム SX の評判がいいらしいので試乗お願いいたします。私は X400X です。タモリさんV ストローム250乗っててもうアップされてますので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれど、V ストローム 250SX めちゃくちゃいいです。スズキの揺れの最新型の揺れのジクサーに乗ってる250のエンジンはあれはもう素晴らしいと思いますね。足つきも僕はそんな気にならなかった。軽いですかね。160キロぐらいしかないと思うんですけど、あれ装備重量なんで多分乾燥重量だと多分140ぐらいしかないと思うんですよ。めちゃくちゃ軽いしとにかく速いです。で X400 もめちゃめちゃ良かったです。やっぱね回った時のホンダってやっぱりいろんなところに気を使ってるなって思うんですね。サウンドチューンですかね。ホンダのバイクが一番いい音がしますね、ノーマルで。400X はすごく良かったです。ADV160、はい、19993、ADV160 の実力、あの、僕ちょっとまだ取ってないんですけど、レンタル1台に絞るなら何にするかって言われたら、1台に絞るっていうなかなか難しいんですけど、ここに出てたタモリさんが言ってるように V ストローム SX、 それから ADV160、 多分この2台でしょうね。この2台で決めると思います。今年18台すげえバイク、はやぶさとかもうほとんど、ほとんど乗ったよね、いいバイク乗ったけど、1台に決めてくれって言われれば1台に決められないけど ADV160 か V ストローム SX でしょうね。
これはもう間違いないですね。で、一番怪物なのは多分ね、ADV160 だと思います。刀とか、はやぶさとか、お化けですけど、本当に怪物ですけど、だけど、本当の怪物は、多分、ADV160 でしょうね。あの場合がやばいですね。あ、田村さん ADV160、そうですよね。ちょっとね、あの、500マイル、500マイルツーリングの途中でインプレ取ってるんで、ちょっとまだ今編集中なんで、ちょっとだけ待ってください。来年になっちゃうと思いますけど。タモリさん、V ストローム SX は130キロ巡航でも OK らしいです。全然いけますね。巡航まではちょっと難しいかもしれないですけど、えっとね、ぜひ、レンタルバイクのとこから、レンタルバイクの再生リストのとこから、タモリさん、レンタルバイクで玉の勝負のとこから SX 見てもらうと分かるんですが、最高速チャレンジっていうのを、やってて、僕の夢の中でっていうふうに言ってるんですけど、夢の中のわけないじゃないですか。実際出してるんですけど、130以上出ますね。140は出ましたね。140ちょい出ちゃったですね。僕の夢の中ではですよ。夢の中では。出ちゃってるんで、130で巡航は結構厳しいかもしれないですが、130はそんなにこうギリギリじゃないと思いますね。120は多分楽勝でしょうね。ただの V ストローム250だと130はもうギリギリです。レブ当たっちゃうんですよね。ハレーはウインカーすべて左右ですね。あ、そうなんですか、鎌田さん。鎌田さん、あ、はい。ハレーウインカーすべて、あ、こうなんだ。あれ違和感ありますよね。でも、ね、カブも昔はね、右で、左手がこう、ね、なんか、空いてても全部こう、右でできるように右で、こういうウインカーじゃないですか。あれも慣れなんでしょうけど、やっぱね、こう、アクセル操作をしながら、ウインカー出すっていうのは、アクセルがどうしても僕の場合オフになっちゃいますね。こう、離してこうなっちゃいますね。だから高速とかで、追い抜きかけるときに右行くじゃないですか。なんかね、届かないのかな、俺。届くところにあればいいのかなと思うんですけどね、こう、って言って、こう、ギュッてやって、またこう開けるみたいな感じになっちゃった気がしますね。ハーレーは単語自動でウインカー戻ります。え、そうなの？知らなかった。知らなかった。ニカさん、そうなんですね。ADB160 も110キロ巡航できます。できますね、田村さん。あれまだ動画アップしてないんですけれど、120キロ区間でね、最高速アタックしてるんですけど、120の手前ですね、118か9あたりで、回転リミッター当たっちゃいますよね。でそれ以上出ないなっていう感じなんですけど、110キロぐらいだったらいけちゃいますね。結構きついですけどね。本当にスピードメーターみたいなこのくらいかなと思うと、僕の中では95から105ぐらいの感じでした。やっぱ回しちゃうと燃費一気に悪くなりましたね。ADB160 はね。やっぱ90、100キロいかないぐらいで走ってるともうリッター40ぐらい走るんですけど、鎌田さん、唐沢正義です。はやぶさレンタした時は8時間かけたのに3時間で引き上げちゃいました。はやぶさはね、これはね、重たかったですね。重たい。260キロなんですけど、はやぶさはね、まだね、足つきがそんなに悪くないので、ただね、とにかく前傾で、とにかく遠かったですね。もうほんと遠くて、ほんと6時間、僕もギリギリ乗ったんですけど、ちょっと厳しかったですね。秋信さん、V ストロームと CRF で名前を言いました。
が林道用のセカンドバイクなので CRF にしました。正解だと思います。V スト SX じゃないですよね。V スト SX だったらワンチャン林道だったらいいかなと思うんですけど、ちょっとブロックタイヤとか履かせればいいと思うんですけど、やっぱり CRF にはかなわないんじゃないですかね。自分の ADB、田村さん、自分の ADB160 は122をメーター読みで出ました。すげえな。なんかね、ちょっとこう下り坂で前回くれれば回転リミッターに当たってんのか速度リミッターに当たってんのか分かると思って下りでバーって出したんですけど、その時ね、やっぱレブっちゃってんのか、レブっちゃってる感じだったんですね。でその時に120だった気がしますね。なんかしかも180、118ぐらいでなんかちょっとレブったなみたいな感じのまま、なんか惰性で120までいったみたいな感じでしたけどね。あ、やっぱそうですよね。秋山さん、SX と CRF 林道で買うんだったら、まあ CRF には勝てないですよね、どこかにもね。もうオフ車ですからね、生粋の。バリバリオフ車ですからね。そうですね、熊田さん、ラリーになるとやっぱちょっとこう重量もね、プラス10キロとかになっちゃうし、やっぱ林道用って考えたら、やっぱり CRF でしょうね、やっぱね。タモリさん、鈴木さんにはぜひ DRZ、そうなんですよ、DRZ400、新型みたいなものね。去年ね、実はね、僕ずっとモダート乗ってたんですよね。DRZ400 もスーパーモダートが出る前だったんですよね。で、普通の DRZ400 をスーパーモダートに改造して、もうほんと車両本体ぐらいかかったんですけど、で、キャブも、あれモトクロスあるじゃないですか、DRZ400 って。そのキャブに変えて、株も変えたんですよね。だからプラス10馬力乗ってたんですよね。で、それから、なんだっけ、CRF じゃなくて、忘れちゃった。ホンダのスーパーモラド、なんでしたっけど忘れちゃった。それを250スーパーモラド乗ってて、ジェベル DRZ で、あれなんだっけ、ホンダの、やべえ、ど忘れちゃった。ホンダの CRF の前のなんだっけ忘れちゃった。乗ってて、だから川崎去年限定車いたしましたよね。 KLX の230のスーパームラット、あれマジで買っちゃおうかなと思って、ちょっとすげえ勘違いしたんですけど、まあそれやべえなと思って買わなかったんですけど、あ、そう XR です。 XR250 スーパームラット乗ってました僕は。でそれも FCR 入れてハイカム組んで260何 cc っていう仕様にしてたんですよね。だから割と急ぐでこうなっちゃう感じだったんです。はい。やっぱね、オフ車がちょっと、まあ、タモリさんも言ってるように、オフ車がちょっと絶滅気味なんですよね。今あるとしたら、CRF とそれと KLX だけでしょう。僕はヤマハがね、125を出してきたじゃないですか、今年。俺なんで出さなかったかなと思って、あれを。XR じゃなくて、もうど忘れちゃった。ヤマハです。ヤマハですよ。ヤマハのオフ車、155。どう忘れした。これやばいな。ボケちゃってんのかな、これ。で、それの、やっぱヤマハが155とかを出すべきだと思うんですよね。林道用に。セロがないわけだから。WR です。素晴らしいですね。鎌田さん、すいません。ありがとうございます。フォローしていただいて。WR の 155を2年ぐらい前に乗ったんですかね。 155cc の可変バルブついてるやつがすげえ良くて、あれをやっぱりこうセロの現代版みたいにして出してもらった方がいいかなと思うんですね。
で WR の155をスーパーモナドにカスタムしてくれるショップとかもあってですね、ちょっとそれも勘違いして、もうオフィス大好きなんで、モダートはね、カテゴリー的にはすごく面白いんですけどね、売れないんでしょうね、きっとね。秋信さん、そうですね、21日ホイールとサスの長さ、もう絶対的にオフィシャルですからね、CRF は。XR はそこまでではないですね。うん。XR じゃない。XS ね。違う違う、SX ね。ブイスト SX はそこまでじゃないとは思います。来年は電動バイクレンタルですかね。そうなんですよね。実は電動バイクレンタルやってまして、いつもお世話になってる大宮、埼玉県の埼玉市にあるですね、元奥レンタルさんで 250cc のレンタルバイクがあるんですよ。 250cc 相当の。で乗ったんですけど、あの教習所の中で乗ったんですけど、 50cc 相当のあれって出力区分で変わるじゃないですか。で、50cc のと 125cc のと 250cc の電動バイク乗ったんですよ。一番速かったのは 125cc でした。 250cc はもうちょっとこう車体が大きくてですね、そこまでじゃないんですけど、これ高速乗れんのかなって思いながら、ちょっと気になりますよね。どのくらいの感じでね乗れるのかね。通勤用でね、月に1台ぐらい必ず売れてるそうです。ヤマハの125シリーズ試乗動画出してほしいです。ゴンゴンさん、ありがとうございます。乗ってみたいですね、125。XSR 乗ってみたいな。村山さん、バイク乗りたい。ぜひ乗ってください。乗れない環境なのかな、村山さん。やっぱね、マサチャンネルっていうとね、やっぱりクロスカブのイメージがある方が結構多いので、やっぱ勝敗器量を乗ってほしいっていう方が多いのかもしれないですね。体も僕小さいですしね。やっぱ勝敗器量ってね、やっぱり、ね、面白いんですよね。僕は今 VFR800X 持ってますけど、まあ、今日もね乗ってきたんですけど、長距離は楽ですけどね、なかなかね、ひょいひょい乗れるかっていうと、あんだけでかくて重いとね、無理ですよね。だからアドベンチャーのでかいのってどうですかね。アドベンチャーのでかいのはちょっとね。タモリさん、違う、川田さん、CRF は16年乗ってんですか、CRF。モダード仕様ではありませんが、ホイールをヤフオクで購入。井上の GP210 を履かせ、林道以外では井上使ってます。なるほど。僕もね、実はスーパーモタードの1717にしたオフ車より21インチ18インチのオフ車の操作性の方が僕は好きです。なのでオンロードタイヤが履ければ、僕は実はモタードよりもの1717よりも21インチ18インチの方が速く走れる気がします。操作性が好きなんですよね。ちょっとこうだるいっていうとね、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、やっぱりフロントが大口径のバイクって立ちが強いんですよね。直進安定して高くて立ちが強いから、立ちが強いバイクをぐーっとこうねじ伏せてる感じっていうのが僕は好きで、まあ通常だとすごく穏やかに乗れる感じがするので僕は好きですね。タモリさん、中型教習所からが CB から 400X になるんでしょうね。 500X も出るみたいです。これはやっぱり4気筒っていうのがもうほとんどない状態で、なのでですね、まあ、教習車が 400X になるっていうのをよく聞きますよね。
だって大型がね、もうね、NC なわけで、で、次期白バイもね、NV でしたっけ、アフリカツイン、ね、のツワラさんだと言われてますし、なぜだかね、やっぱりね、CB1300 スーパーボールドルトじゃないですか、今。4気筒はやっぱりこう街中ではなかなかね、燃費も悪いですしね。森さん、はじめまして。ありがとうございます。LINE のグループからありがとうございます。感謝です。コアライダーさん、まさチャンネル、まさちゃんのチャンネル見て V ストローム250。あ、マジですか？購入しましたか？ V ストはね、街中とか、それから SX じゃない方ですよね。街中とか高速道路を淡々と100キロみたいなところで言ったら多分最強でしょうね。250最強だと思いますね。やっぱりちょっと回転がかなり高めなんで、ローギアードなんで、あそこどうにかしたいですね。フロントの長数変えるとか、僕、長数変えるのちょっと反対派なんですけど、長数変えても意味ねえじゃんって思っちゃう方なんですが、V スト250に関しては、あの高速巡航の回転の高さを考えたら、フロントに1丁ぐらい上げてもいいのかなって思ったりとかしましたけどね。田村さん、来年は常磐、裏磐梯あたりを1泊2日で行く予定なんですが、良いところありますかね？もうね、もう、裏磐梯といえば、まずは、磐梯東スカイラインは絶対行った方がいいですね。磐梯東スカイラインですね。そこはもう絶対外せないですね。最高ですね。あの辺ってこう、なんとかスカイラインっていうのたくさんあるんですよね。ニカさん、バイク以外の趣味ありますか？僕はもっぱらゴルフだったんですけど、ここコロナでゴルフあんまりやんなくなっちゃって、でも今年ゴルフ復活しました。それからなんだろうな、ボルダリングは月にね、本当は毎週行きたいんですけど、月に1回ぐらいだし、バイクだけが趣味じゃないですね。割と多趣味だと言われる方だと思いますけど、でもメインでやってるのはやっぱゴルフですかね。昔釣りもやって船舶免許も持ってますし、いろいろやってますね。そうなんですよ。鎌田さん、21日、18日って、これ見てる方でオフ車乗ったことない方たくさんいらっしゃると思うんですけど、オフ車って本当にバイクの基本だと思うんですよね。18インチ、21インチってフロントがこうちょっとこうなってるから、寝かした時にこう適度にだるいんですよね。寝づらいっていうか。で、寝づらいのを、その別にリンアウトにしなくてもいいんだけれど、こうねじ伏せて、で曲がる感じっていうのがね、ほんと好きで、しかもですね、サスペンションが多分オンロードを乗ってる人で、オフ車乗ったことない人だとわからないかもしれないですけど、多分オンロード乗ってる人から見たら多分異次元に柔らかいんですよ。で、フロントブレーキ生活って僕言うじゃないですか。クロスカブの J45 乗ってる方でブレーキが全く効かないみたいなことを言う方が結構多いじゃないですか。絶望的に効かないみたいな、フロントブレーキが。あれはリアブレーキ使ってないからなんですよ。リアブレーキってすごい効くんですよ。で、オフ車の場合、コーナー曲がるときにフロントブレーキ生活してる人ってもう全然乗れないんですね。やっぱりリアから踏んでいって、で、フロントかけないと、こう、荷重がね、こうかからないですよね。なので、オフ車って全てのバイクの基本だと思っていて、オフ車1台あるとやっぱり自分のこう、やっぱりバイクって
技術、体力ももちろん大事なんですけど、体力技術で補えるじゃないですか。やっぱオフィシャ1台乗ってると技術って補える、落ちないと思うんですね。だからオフィシャほんと1台欲しいなと思いますね。そうなんです。これも鎌田さん言ってますけど、僕実は何で遊んでたかっていうと、ダートトラックで遊んでたんですよ。桶川っていうところにね、フラットダートがあって、でそこで遊んでたんですけど、僕その時にうまく全然ドリフトできなくて、でパッとねこうアドバイスいただいたのに、ガソリンタンクのその給油口にチンチン入れるぐらい前に座れって。でそうすると、要するにこうフロントタイヤリアタイヤって、フロントタイヤの上に座れば座るほどリアがこう流れても、自分を中心にリアがこう曲がってるだけだから、あんまりそんな怖くないんですよ。ただ後ろに乗れば乗るほど滑ってる上に乗るから、すごく姿勢のなんていうんですかね、こう変動が大きいんですね。だからなるべく前に乗ってくださいって言われて、前に乗るようになってからドリフトできるようになったんですけど、そういうこう操作性とかがものすごくこう勉強できるのがオフ車かなと思います。ニカさん、時計とか革物、時計もね、革物もね、そんなに実は趣味ではない。洋服は僕好きなんですけど、でも最近なんかもっぱらロンティーとこんな格好で今日すいませんね。あんまり着替えを持ってきたくなかった。ロンティーがヒステリックグラマーのが好きなんで、はい。洋服は好きです。ミレッジ様、こんばんは。マサチャンネルのレビューを見てダックス買いました。素晴らしい。僕実は、クロスカブの次はダックスが欲しいですね。ダックスなんか新色でなんか可愛いの出たらなんかいっちゃいそうな気がします。はい。っていうのは、車に積みたいんですよ。で、クロスカブだと、やっぱりちょっとこう大きいっていうか、まあ今のウェイク僕乗ってるんですけど、ウェイクに積んで持ってっちゃいたいんですけど、ダックスだったら積めるんですよね。ダックスめちゃくちゃ良かったですね。タモリさん、通勤は毎日 KLX125。いやー、かっこいいわ。いいですね。そう、本当にね、オフ車、本当にいいですよ。コアライダーさん、すぐ15丁に交換しました。別物になりました。やっぱそうですよね。やっぱりフロントスプロケットは変えたいかな。これね、難しいところなんですね。変えた方がいいとか変えない方がいいとかっていうのは難しいところで、僕、クロスカブは変えない方がいい派なんですけれど、でも、上げるとね、例えば16丁とかに変えると、クロスカブもね、快適性は上がると思うんですよね。エンジンがこうすごく回ってんのがストレスっていう人もいて、実は僕乗り始めそうだったんですよ。YouTube チャンネル始めた頃に乗って、J45 のクロスカブを乗り始めて YouTube チャンネル始めたんで、その時に16丁使ってたんですけど、やっぱりすごくうなってんの、エンジンがガーってうなってんのがちょっと苦手だったんですけど、まあちょっと慣れちゃって、その音とかに、いやただ回転が下がってるっていうのは遅くしてるだけじゃんと思って、16丁やめて14丁に戻したらすごい良かったっていう話なんですけど、ブリストに限っては高速を例えば淡々と行こうとしたらですよ、やっぱり回転数は結構高いから、100キロで7000回転ぐらい回ってるじゃないですか。回転数は高いかなと思うんで、ちょっと下げたいなとは思いました、僕も。鎌田さん、そうですね。オフ車のタイヤはハイグリップタイヤじゃない方が僕もいいと思います。ちょっとこう、まあ、適度にダルがあった方がね、オフ車はいいかなと思いますね。本当です。鎌田さん、おっしゃる通りで、初めてのバイク、本当にオフがおすすめですね。バイクを上手くなりたいんだったら、オフ車に乗るといいかなと思いますね。特にブレーキですね。ブレーキ、いや、僕が上手いとかじゃないんですけど、やっぱりこうほとんどの方はフロントブレーキ生活をしてるわけですけれど、やっぱりフロントブレーキ生活だとやっぱりバイクうまく扱えないと思いますね。やっぱりちょっとこう止まる時とかもやっぱりリアで止まった方がいいし、特に
ちょっとねコンビニとかでこうくるってしてこう止まったりとかするときにはやっぱりリアブレーキを踏むような習慣があるとやっぱりいいと思いますね。リアブレーキで荷重移動させるのは初期型のマジェスティのブレーキングと、あ、そうなんですね。もうとにかくやっぱりリアをかけないと姿勢が安定しないんですよね。特にオフ車はもう前カーンって入っちゃうから。鎌田さん、そうなんですよ。自分の体が安定してリアが動くこと。そうなんですよ。そうなんです。だから、とにかくフロント荷重にしとかないといけないんですよね。フロント荷重にするというよりは、要するにこうフロントタイヤに近いところに乗れば乗るほど、リアが滑っても自分は滑ってないわけじゃないですか。ここフロントタイヤ、これリアタイヤっていう感じでだとすると、例えばこういうふうにこう滑った時にここに乗っかってたら、自分ってただこう向きが変わってるだけなんですよね。だけどここに乗ると、こう後ろのシートの後ろに乗ってると自分がこう振られるわけじゃないですか。こうやってここに乗ってれば自分は振られないんですよ。こう回ってるだけだから。だからコントロールしやすいですねっていうところですね。そういうところもすごくやりやすいと思いますね、オフ車の場合には。ただね、それでもうずっと僕乗っちゃってるんで、その普通のバイクでこうリアステアっていうこう開けてこうコーナーの出口を見て開けてこう曲がるっていう感覚がすごくなかなか僕覚えられなかったですね。最近できるようになったかな、割と。あ、これがリアステアなのかっていうのもね。オフ車って、うん、でもまあオフ車もそうなんだけどな。秋信さん、免許取って最初のバイクは XLR250、懐かしいですね。TTR250。なるほど、オフ車を乗ってトレーサー900なんですね。トレーサー 9GT 良かったっすね。トレーサー、いや、うん、電子デバイスがよく僕ら年代の方ってやっぱキャブ車で単発とか言うじゃないですか。で、なんだこれ、あれおかしいな。キャブ車で単発がいいとかっていう人多いと思うんですけど、僕電子デバイス好きなのでトレーサー 9GT はめちゃくちゃ良かったです。電子サスってすごいっすね、あれ。やばいわ本当に。フロントダイズのノーズダイブもしないし、コーナーの安定感とかマジですごいやばかったですね。であれで新しいアダプティブクルーズコントロールついてるタイプとかあったら、俺どこまでもいけちゃう気がする。お尻も全く痛くならなかったですね、あれね。あれすげえバイクですね。TTR250 で一旦リタイアしてトレーサー900でリターンしたってのはどのくらいいたんですか？結構空いてるのかな。鎌田さん、雪国で冬も乗る人はフロントブレーキ生活している人はいません。本当おっしゃる通りだと思います。フロントブレーキかけた瞬間に死ですもんね。よしさん、来年はクロスカーブで関東一周します。千葉、日光、足尾、赤城、国道最高地点、いいですね。上野、秩父を巡るつもりです。距離ガバチャンネルに触発されて、なんとか下道300キロ走れるようになったので素晴らしいですね。下道でね、300キロっていうのは、僕が思うにね、9時間は絶対かかるんですよ。そうすると、高速で言うと、やっぱ500キロ以上ですね。500キロ以上の感じだと思いますよ。2倍ぐらいなのかな。600キロぐらい走るような感じだと思いますね。一般道で300キロってすごくね遠いんですよ。で、国道最高地点に下部でぜひ行ってください。本当にいいです。僕も実はね、あそこは下部で行くのが一番気持ちいいです。はい。っていうか何でも気持ちいいかな、下部が。やっぱり山道も下部が気持ちいいですね。やっぱ下部好きなんだよな俺。
タモリさん、SS 系は若者に好まれる傾向かもしれませんが、中高年の私はなぜか旅するアドベンチャー系に魅力を感じます。タモリさん、ですね、これはもう本当に、本当そうです。本当おっしゃる通りで、あの、やっぱアドベンチャーがいいです。はい、やっぱ旅バイクですね。なんですけど、この後にね、来年になると思うんですけど、ZX4R と ZX25R のレンタル動画がアップされます。アップする予定です。でね、僕SS タイプ、もう本当にもうトラウマ級に苦手でですね、苦手になった理由がですね、GSX-R125 です。あれはマジで軽すぎて、こう倒し込んだ時にですね、もうふわふわしててですね、もう、怖くて寝かせられないんですよね。安定感がないというか、まずその動きがクイックっていう、そうなんですよ。これね、クイックに動くってことは安定性がないんですよ。でもうあんまりにもクイックに動くからもう怖くて、これダメだって思って、そんで次に乗った SS じゃないけど姿勢がすごくこうきつかったのがフォークイレブンなんですね。でフォークイレブンがすげえ安定してて、ちょっとこうトラウマからこう脱出しつつあったんですけど、でこの前はやぶさ乗って、ちょっとこうはやぶさきついなとかと思いながら、で ZX25 に乗ったんですよ。あのね、川崎のバイクすごいっすね。川崎すごいわ。ZX25R だったら俺結構長距離いける気がするんですよ。来年ね、ちょっと一回やってみますね。ZX25R で500マイル的な。そしたら、やっぱこういうバイクってやっぱきついですけど、僕はもうステップ1だと思うんですよね。ステップ1が後ろになれば後ろになるほどやっぱりきついと思うんですよ。ここにかかってくる負担が。僕それで CB650R ちょっと難しかったんで。島林郷さん、こんばんは。いつもありがとうございます。カーマートさん、ベテランは電殺は危ないかも。CRF1100 でサス使い切ってる時があって、それがわからんのです。それで手放した。なるほどね。でもやっぱり、ちょっと昔、そうか。でもなんかすごい良かったですよね。トレーサー 9GT はね。秋信さん、20年くらいリタイアして埼玉に引っ越してリターン5年目で、5年で BMW R1250GS アドベンチャー年間3万キロ弱乗ってます。素晴らしい。ってことは3年、なるほど。20年乗んなかったんですか？すげえな。年間3万キロはすげえな。森さん、クロスカーブの奈良市で神奈川、愛知の往復を結構しました。いいですね。まだ選挙にならないので、週末、神奈川、大阪をしようか悩んでます。ぜひ行ってください。寒いんですよ、今。僕はですね、めっちゃ寒がりなんですけど、電熱が実はクロスカブはあんま使えないんだな。ただなんかもうバッテリー上がっちゃってもキックでどうにかなるかなっていう感じがしてて、いつもクロスカブの時は電熱のグリップヒーターついてるんですね。僕のはエンデュランスのがついてるんですけど、グリップヒーター、これそうなんですけど、コミネのジャケット、インナージャケットですね。で電熱で、それに、インナータイツの一番最弱でつけて走ってても結構なんか危なそうだなっていう感じがしますね。赤字たりやキックでかければいいやみたいな感じなんですけど、ちなみに奈良市は何キロやるんでしたっけ？そんな気にされなくてもいいかなと思うんですけどね。500キロぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけど、僕は J60 は200キロぐらいでもう結構回しちゃってました。
はい、そんな気にすることないと思います。ただちょっとこう精神安定上な問題じゃないですか。OK だよって言われるぐらいまではちょっとおとなしく走って、オイル交換したらやっと回せるみたいな、なんかこうおまじないみたいなものもあると思うんですけど、ある程度高負荷の状態、1速とかでブワーって回すんじゃなくて、3速とか4速とかの状態でこうゆっくりこうクワーって上げていって、まあ、クロスカーブでいったら80ぐらいまでこう1回出してみるとかっていうのも悪くないと思います。鎌田さん、SS はどうなんでしょう。どっかの 996S は以前所有したことが、でも所有してたんですね。どっかがオフ車みたいに乗ると超楽しかった。そうなんですね。そうなんですよ。だからやっぱドカティも乗ったことないから乗ってみたいんですよね。はい、田村さん、奈良市は500キロでオイル交換したら OK ですよ。まあ、そのくらいでいいんじゃないかなと思います。そんな突き詰めてやらなくてもいいかなと思いますね。クロスカブの場合には、やっぱ回してなんぼのエンジンなんで、ある程度回しちゃっていいと思いますけどね。なんかね、クロスカブ J60 を納車した時も J45 を納車した4号はね、リターンで、そうですね、8年ぐらい僕、ブランクがあって、クロスカブで復帰したので、ちょっとよく分かんなかったんですけど、 J60 の時はそこそこちゃんとバイクを乗った状態で J60 買ったんで、200キロぐらいかな。新車からですね、200キロぐらいでもうなんか、これはもう当たりついたなっていう感じしたんですよね。なんかすごい渋かったです、やっぱり最初こうもうブレーキのタッチも全く出ないし、なんか回り方もすごいとろくて、これがなんか遅くなったのかなって思ったんですけど、200キロぐらい乗った時になんかすごいこうシフトとかも軽くなって、一気に良くなったなみたいな時があったんで、それがそういう感じがしたら、もう一回オイル交換して終わりでもいいかな。オイル交換してフィルター交換して。なんか奈良市に関してはね、諸説あるので、それが OK ってことじゃなくて、僕は自分がいいようにやった方がいいと思います。だから1000キロあんまりこう回さないでおとなしく走って、で終わって、でオイル交換して、で徐々に回し始めるっていう、こうおまじない的な感じでこうすごく大切に扱ってるわけじゃないですか。そういうのってすごく大切だと思うし、鳴らしなんか関係ねえよっつって最初からガンガン回しちゃってる人は回しちゃってる人で、僕もそれはそれでいいと思うし、多分レンタルで出てる車両なんて回しちゃってくださいって僕言われるし、ダックスはね200キロぐらい走ってたのかな。200キロ走ってない、100何キロ走ってたのかな。もうそうだし CL250、 CL500、トランザルプ、あの辺みんなほとんど鳴らしみたいな感じで、ハンター株も本当に5キロぐらいしか走ってないのを鳴らしたことあるんですけど、レンタルで。やっぱね、150から200キロぐらい乗るとね、一気にこう変わってくるのが分かるんですね。だからそれでもう鳴らしいいんじゃないかなと思ったりとかしちゃったりとかします、僕は。はい。はい、ニカさん。クロスカブ 125cc 版発売されると思いますが、これはね、多分発売されないでしょうね。っていうのは、だって今、クロスカブとハンターカブ、新型の方ね、新型の方のハンターカブとクロスカブ、それからダックス、グロム、モンキー、あれ、エンジンみんな腰下同じなんですよ。
腰下同じで、シリンダーとピストンだけ違うです。なのでクロスカブを 125cc にするっていうことはハンターカブのエンジンが乗るってことになるんですね。だからないと思うんですね。これはねやっぱり 110cc は 110cc で出ると思うし、でやっぱクロスカブのいいところっていうのは街中仕様っていうね、もうチューブレス、僕チューブレスじゃなかったら買い替えてないです。チューブレス、しかもシフトインジケーターもついてるっていうのと、それとなんかまだその動画出してない、まだ撮ったんですけどちょっとボツっちゃったんですけど、ボツっちゃって自分でただ単純にボツにしてるだけなんですが、クロスカーブのエンジンって多分世界一ロングストロークなんですよね。これ事実ですか？これ皆さん知ってますかね？クロスカブのボアストローク比っていうのがあって、ボアをストロークで割る、ストロークをボアで割る、ストロークをボアで割ると、逆ですすいません。ボアをストロークで割ると1がスクエアエンジン、1より少なくて 0. いくつってなるとショートストローク、 1. いくつってなるとロングストロークなんですけれど、そのボアストローク比っていうのが多分クロスカブのエンジンが多分世界一じゃないですか。GB とかなんか問題じゃないぐらいクロスカブのエンジンってロングストロークなんですよ。なんでクロスカブってある意味素晴らしいバイクだと僕は思うんですね。だから僕ボアアップしちゃったんですけど、本当はしない方がいいですね。でやっといて言うなよっていう感じだと思うんですけど。奈良市、森さん、奈良市は後付けた5メーター読みで6000回転まで出ましてます。はい、とても良いと思います。奈良市より定期的なオイル交換の方が大事ですね。そうですね、奈良市もやっぱりね、僕思うんです。100キロから200キロぐらいで、100キロ後半ぐらいから200キロ真ん中ぐらいで、本当タッチが変わるんですよ。ブレーキのタッチもそうだし、エンジンフィーリングもそうだし、ギアの入り方も全然変わるので、奈良市が全くやらないってことはないと思うんですけど、やっぱりお湯交換でしょうね。でもオズさんでしたっけ？広島のね、オズさんは1000キロとか1500キロとかでちゃんとお湯交換してたのに焼き付いたでしょ。だから何がねいいのか分かんないですけど、僕はホンダ純正のオイルがいいと思います。ホンダ車だから僕は G1 が一番いいと思いますね。クロスカブは G1 を、1500から2000キロぐらいで交換するのがいいんじゃないかなと思います。川田さん、奈良市は車種や排気量で苦痛に感じたりあっという間だったりします。おっしゃる通りです。ドッカと CRF250 は苦痛でしたが、XSR900 は6000回転以上、高速でも必要ないぐらいであっという間に終わりました。まあね、僕もそうですけど VFR800X があれってさ、VFR800X って6500回転で高速側のカムに切り替わるんですよ。高速側のカムに切り替わるんじゃなくて、2バルブが動くようになって4バルブになるんですけど、やっぱり4バルブにしてある程度走る時は走った方がいいんですね。カーボンがたまるらしいんですよ。だから僕回してくださいってホンダの担当の人に、篠崎さんいや今名前言っちゃったマサチャンネルさん絶対にダラダラ走ってないで高速になったらパーンって回してちゃんと上のカーブも使ってくださいって言われてるんですよね。じゃないとカーボンがたまるそうです。なのである程度回すっていうのも必要だと思うんですけど、回せないんですよ。6500回転なんて回せないから。だから普通に走ってれば7車を渡ってしまうっていうのは確かにおっしゃる通りなんですけど、特にクロスカブなんかは回さないと走んないから、だからねなかなかね鳴らしするの難しいかなと思いますね。島りんごさん、自分ではできず当時行きつけのバイク屋をお願いした記憶があるんですが、停止位置をなんでステップの位置を前よりに調整してもらったことがあったかも。ね
VFR、違う違う違う、CB650R は前傾非常にきついバイクだったんですよ、僕にとっては。なんですけど、同じように前傾がきつい 650cc のネイキッドで Z650 っていう川崎の Z650RS じゃないんですよ。Z650 っていうのがあったんですけど、 Z650 は全然きつくなかったんですよ。ステップ1ですね。で、刀乗ったんですよ、実は。刀はね、またバックステップで、しかもトレーサー 9GT より足つきが悪いっていう、あれはマジでやばいです。刀はマジやばいです。で、ステップ1が前だったら耐えられるかなっていうのが ZX25R と ZX4R です。前傾はそこそこありますけど、ステップ1が割と前なんで結構体支えられるんですよね。だからステップ1が前にある、ある程度いい位置に、前にあるっていうかいい位置にあるっていうのはすごく大事なことかなと思います。ステップを前に持っていくっていうのはね、なかなかハードルが高いんでしょうね。タモリさん、今 125cc が熱いですが、ヤマハの新作の 125cc は作りが荒い感じがするので、それなら CB125R の R の方に魅力を感じます。なるほど。どのくらいなんですかね。まだ見たこと、動画でしか見てなくて、ヤマハの。僕、XSR 好きなんですよ。XSR700、XSR700 が欲しかったんですけど、あまりにもなぜか僕に合わないかったです。乗りづらくて。で、XSR かっこいいなと思うんですけど、まあ、CB125R は多分作り本当いいんでしょうね、きっとね。島りんごさん、スーパーカーブもホンダ純正オイルの方がいいですかね。僕はそう思いますよ。G1 とあと G4 を比べたんですけど、G4 になるとギアの節度感が出ない気がします。こうふにゃって入っちゃって、 G1 の方がガチャっていう、こうガチャガチャっていう気持ちいい節度感のある入りをするし、で G1 がいいのは郵便局員さんが G1 です。だからあんだけ酷使してるバイクが G1 でよくて、で2000キロ、1500から2000キロで交換してるっておっしゃってました、郵便局員が。なので G1 がいいと思います。でオイル沼っていうのがあるんですよ。オイルもうほんと数知れないぐらいの銘柄が出てるじゃないですか。でどれがいいあれがいいとかってなりますよね。それも沼るんですね。あんま沼んなくてもいいかなと思うんですよね。ただすごい安いオイルじゃない方がいいと思うし、じゃあ安いオイルがダメですかって言っても、安いオイル1000キロぐらいで交換しときゃいいんだよっていう思ってる人もいるだろうし、それはそれでいいのかもしれないし、高いオイルを3000キロとか4000キロとかで交換するよりは G1 を2000キロぐらいで交換した方が僕はいいかなと思います。で、ちなみに僕は結構クロスカブ回して乗るんですよ。遅いからほとんどもう回して乗りますけど、発進加速からほとんど全開の感じで乗りますけど、それでも2000キロで G1 交換しますけど、まだ結構粘り気もあるし真っ黒になってないですよ。意外と平気だと思います。純正がいいんじゃないかな、オイルは。田村さん、明日早いのでこの辺で失礼します。ありがとうございます。そろそろまさチャンネルさんもですね、終わりにしようかと思っております。秋信さん、ピストンの焼き付きの原因はやはり熱が問題なのではないかなと自分は思います。この前焼き付きの原因っていう動画をオズさんが出してましたよね。やっぱりカブって横型のエンジンじゃないですか。縦型じゃなくて横型のエンジンですよね。やっぱり下側が結構良くないみたいですね、あれを見てるとね。タモリさん、長野県なので冬場通勤の ABS のついてないオフ車のフロントブレーキで何でもこけました危ないです。
フロントブレーキはやばいですね。そう、話戻るんですけど、秋信さん、ピストンの焼き付けの原因はやはり熱が問題なのではないかなと思います。潤滑、潤滑と熱なんですけれど、潤滑不足って言ってたんですよね。オズさんのバイクを見てる方、あの、なんとかファクトリーっていう方がね、あの人すごい株好きで、この人すげえ株詳しいと僕は思ってるんですけど、僕は全然株エンジン内部のことまで全くわからないんですけど、強化ポンプつけてると思うんですよ、オズさんのバイク。俺あれじゃないかなと思うんですよね。結局ね、純正なんですよね。純正が一番いい気がしますね。だから多分クロスカブ僕乗ってますけれど 125cc じゃなくて普通にノーマルのまま乗るのが一番いいと思います。一番壊れないです。これはまあ当然ですよね。でオズさんの場合にはボーアップはしないにしろ、いろんななんか配管も入れたりとかいろんなことやって強化ポンプ入れたりとかするじゃないですか。その辺の原因じゃないかなと思いますけどね。5万キロとかでしょ。5万キロで普通の株で壊れるとは思えないので、多分そういうのが原因だと思います。クロスカブ切り出し良いから回してしまいますね。手使いに比べて感じました。早いですね。本当に早いと思います。なぜかハンター株っていうブランドが確立し、クロス株っていうそのブランドよりもハンター株っていうブランドが強すぎて、そして原付2種イコール 125cc っていうイメージが強くて、なのでどうしてもハンター株になるっていう気持ちはすごく僕は分かるんですが、まあ、遜色なく走りますしね、僕はクロスカブが好きです。はい。はい、シマリンさん。はい。G1 がいいと思いますよ。G1 安いですしね。オイル交換タイミングを早めつつ、今度は頻度上げてやっていきます。そうですね。郵便局員さんの例えすごく分かりやすかった。郵便局員さんって多分株の乗り方としては多分一番過酷な乗り方をしてると思うんですよ。クラッチ、それから、熱ですね。走って止まって走って止まって、で、しかもエンジンなんか汚いじゃないですか。だから、郵便局員様がやっているメンテナンスが多分株のメンテナンスのベストかなと思うんですね。で、それが G1 ということなので、G1 を2000キロで交換してるということなので、間違いはないと思います。純正オイルはお高いですが、ホンダは比較的今は安い方、ガソロールで十分。こまめにやるか、距離乗らなくても1年に1回はやるか。そうですね。G1 はね、高くないので、はい、よろしいかと思います。オイルはね、何でもいいっていう人もいますからね、僕も、何でもいいのかなと思ったりとかする時もあるんですけど、まあ、ホンダ純正だったら間違いねえだろみたいな、はい、そういう感じでございます。秋信さん、あ、整備士されてたんですか。なるほど。そうですね、ノーマルが多分一番いいと思いますよね。やっぱさすがメーカーですよね。あ、シマリンさん、はい、そうですね。G12000 キロでいいと思います。夏とかでかなり高温になって、で、回しまくったりとかするならば、1500ぐらいでこう気になったした方がいいかもしれないですけど、僕ね、すげえ遠出とか夏して、渋滞とかハマって、で、サーキットも走ったんですよ。125cc になってから。125cc になってからってことは、ね、熱量も絶対少し上がってるはずなんですけど、サーキットなんて常に全開じゃないですか。相当かなり負担かけたと思うんですけど、2000キロで交換したんですけど、意外ともう全然粘りあるし、真っ黒じゃないのなんならみたいな感じでしたよ。2000キロだったら間違いないと思いますけどね、わざわざそれよりこまめにやっても、ね、結局、あの、資源保護の関係からオイル交換のサイクルもやっぱり長くメーカーの方でも出してるんで、
VFR だと1万キロってなってますからね、オイル交換。それは無理でしょみたいなね感じですけど。はい、鎌田さん、国産ならオイルベースは全て同じ、添加剤の違いでしかないと。二宮氏が言ってましたか。二宮氏はね、燃えますね、あの人ね。燃えますね。なんか信者の方もね結構いると思うんですけれども、僕はあんまり二宮さんでも参考にしてます、けど、あんまりこう言動とかはねあれなんですけど、株乗ってる女の子いるじゃないですか。看護師って言ってる株乗ってて CB250WR が乗ってる女の子いるじゃないですか。髪の毛長い可愛い子風の感じの方なんですけど、あの子が SSTR で炎上しましたよね。でその時に炎上したっていうか、ツイッターみたいなんですけど、僕ちょっと見たんですけど、たどって、なんかツイッターでなんとかってやつがこいつってその女の子のことをトランプで移動してねえかみたいな感じのことを言って、で炎上したんですよね、そいつが。でね、なんかその気持ち悪いんですよ、とにかくそのホワイトベースの方が。女の子がそういうふうに言ってくるとすぐこう反応して「何々さん助けたい」みたいなねことを言ってくるんですけど、じゃあいけますかって言って、いけますって言ってるんですよね。原付2種で感じでいけます、間に合いますって言ってるんですよ、その SSTR のゴール時間にね。で実際はその看護師さん間に合わなかったんですけど、いけますよって言ってるんですよ。言ってるんだったら自分でやってみたらどうですかっていうのが僕の考えです。自分でやってもいないのにいけますって言っても誰も信じてくれないわけですね。ただあの人の場合、もう本当すごい登録者数じゃないですか。何十万人もいるじゃないですか。だからこの人が言ってればバイク屋さんだしね、いけるんだろうなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、確かハンター株かなんか持ってますよね、あの人ね。だったら自分でやんなよって。そんなね、できますよって口だけ野郎になっちゃうよっていう感じで、僕はそのガタガタ言わないで走ってみるよっつって走ったんですけど、走れますよちゃんと。ただ余裕はないです。原付2種でなんだっけな、そこ漁港小田原漁港か、小田原漁港からそれから千里浜まで行くのに400キロ以上あったのかな、あると思うんですね。でそれをですね、ある程度同じところをたどって僕も走ったんですけど、結果的には普通にゴールはできるんですけど、意外とそんなにね余裕はないですよ。ランチとかしてる時間はないですよ結構。えーと中村さん、こんにちは。同じ川越の大先輩でいらっしゃる中村さん、ありがとうございます。私も J45 ノーマルです。オイルは中型から大型まで G1 一筋30年です。非常に正しい判断じゃないかなと思います。もう G1 が僕は本当にいいと思いますね。結局ね、いいオイル入れても何しても半年から1年しか持たないです、乗んなくても。で乗ったとしてもやっぱりバイクはそんなに長くしときたくないなっていう感じがしますね。要するにエンジンだけじゃなくてギアも潤滑してるわけじゃないですか。ギアは大して汚れないのは分かるんですけど、やっぱりそこそこリーズナブルないいオイルをちょくちょく変えておくのがいいかなと思いますね。僕 VFR800X も G1 です。で G1 なんですけど G2 がキャンペーンで安くなってますよって言われて、G2 にしてます今。ただ G1 で全然 OK だと思います。はい、
そろそろ22時半になったので締めようかなというふうに思っておりますが、何か最後に質問等ありますでしょうか。本当はあれやりたいんですよね。僕長距離を乗るということに関しては割と自信が出てきたんで、超ライディングセミナー、ライディングスクールみたいな感じの長距離版みたいなのやりたいんですよね。来てくれますかみんな。夏場だけ G2 です。はい、おっしゃる通りでございます。中村さん、素晴らしいと思います。川松さん、前は鈴木のエクスターがおすすめだったんですが、安くて高くなったから、高くなっちゃったんですね。森さん、鉄株乗っていた時は、レッドバロンさんで購入したので、エルフのオイルを使ってました。あ、なるほど。クロスカブは違うバイクで買ったので、G1。はい。G1 でいいと思います。はい。G1 がいいです。G1 素晴らしいオイルだと思いますね。で、モデルチェンジしてますよね。去年か今年。去年ですか去年か一昨年かぐらいにモデルチェンジしてすごく良くなったみたいです。それまでも10年近く、何もモデルチェンジしてなくて、G1 もモデルチェンジしたそうですごく良くなったということです。秋山さん、私も距離が頑張ったと自分で思ってます。素晴らしいと思います。はい。バイクのことをとにかくたくさん学んで知識を身につけて末永くかぶらいた人生を送りたいと思います。ぜひはい、とにかくなんかバイク乗ってるっていうのってすごくいいですよね。僕もはいやっぱバイク乗ってる時僕は一人になれるっていうのが一番いいですね。いろんな仕事の方が男ってやっぱり最終的に仕事だと思うんですよね。男ですからね。太古の昔から男っていい獲物を持ってくる、たくさん獲物を持ってくる、いい獲物を持ってくる男がいい男でありまして、で男は現代に例えると仕事ができる男の方がいいと思います。で仕事を何してるかっていうところにもすごくあるんですけど、僕は接客業っていう仕事をしてて、接客業っていう仕事って変な、ね、表現ですけど常に人と接してるんですよ。で家に帰れば家族がいて素晴らしい環境なんですけども、一人になりたいんですね。一人になりたいんですよ。なので本当にバイクって僕は群れないで一人で乗るのが好きなんですけど、今年ね諸先輩とインカムで初めて3人なんですけどまっすして楽しかったですね、あれもね。なんでみんなで走るのも楽しいなってちょっと思いました。みんなが言うように河原さん、みんなが言うように今は J1 一択だと思います。純正では。僕話うまいんですかね。接客業とかなのかな。話うまいですかね。なんか僕結構こう同じこと言っちゃったりとかするんで。はい。猫さん、はい、バイク乗ってる時すごく幸せになるんですね。うん。はい、車乗ってる人たちを見てなんで車乗ってんだ。暑くてもう寒くても強風でも大雨でもバイクが好きです。素晴らしいと思いますね。僕も今日は株ではないんですけど VFR800X でこの大寒波の中走ってバカだなって自分で思いながらですね、ちょっと優越感を感じて、こんな中走れねえだろうって思いながら1999さん、歌もうまいです。すいません、本当に僕趣味なんで歌ね、僕違うんですよ。僕ねバンドやってたんですよ。で高校の時にねやっぱりバンドブームでやっぱりなんかちょっと夢見てたことがあって、なんかバンドマンになるとかっていうのね、ちょっと歌ってみようかななんて。別にいいでしょ歌ってもたまには。あんな誰も聞いてないしね。有意義な時間でした。ありがとうございました。ニカさんありがとうございます。そろそろ締めていいですか。10、10、23時になりそうなんで。はい。
聞いてる人が28人。ありがとうございます。揃って1時間やりましたね。1時間半やりました。1時間半やりましたね。1時間。はい、ありがとうございます。この後に、明日、これからですね、大体1週間分の動画を、レンタルって僕4つ動画、足つき取り回し、ワインディング、高速、総評、燃費報告っていう、ファーストタッチっていうのを4つやるので、あの、4つね、週の最初に全部こう、スケジュール設定するんですけど、多分ハーレーをこれから設定しておきますね。猫さん、はい、島りんご、はい、島りんごさん、はい。無理せず、はい、復帰してください。川俣さん、狩りも気をつけて、K2 の悪い都会ですね。はい、ありがとうございます。ケツの座りがいいっていう歌あるんですかね。ワークマンのバイク、用品はどうなんですかね。ワークマンの防水2万、浸透4万のイナレム、はい。イナレムはですね、僕は屋久島行った時にイナレム買いまして、着させていただいたんですけど、素晴らしいと思いますね。素晴らしいです。ここからでも染みちゃったかな。でも問題ないと思いますけどね、2万っていうのはなかなかの数字だと思います。お疲れ様でした。森さん、ありがとうございます。中村さん、旅先からの配信ありがとうございました。残りの道中も楽しんでご安全にご走行ください。ありがとうございます。明日はね、どこにも寄らずスッと帰りたいと思います。早めに帰ってバイク洗車して、もうね、融雪剤で、真っ白白になってるんで、早く帰りたいなと思います。明日、路面凍結等気をつけてください。はい、ありがとうございます。そんな濡れてなかったんで、大きい道路、はい、行って帰りたいと思います。はい、上岡さん、ありがとうございます。非戦ですか。とんでもない、その様子聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。それでは、そろそろ終わりにしたいと思います。これからですね、来週の動画の設定をさせていただいて、ハーレーを見たい方、はい、楽しんでいただけたらと思います。田村さん、はい、関東方面に帰ります。埼玉県川越市というところに住んでおります。はい、それでは、これにて終わりたいと思います。ありがとうございました、皆さん。これアーカイブに残しておくんで、ありがとうございます。これどうやって終わりにするんだっけ。これどうやって終わりにするんだ。これの終わりの仕方が今一歩分かってないんだけど。お疲れ様でした。よっしーさんありがとうございます。この終わりに仕方、終わりにしますよ。終わりにします。ありがとうございました。1999さんありがとうございます。はい。お茶の方でよろしくお願いします。ありがとうございます。